おはいえなし。この動画はアークナイツエンドフィールドの目玉システム修正工業システムの解説動画です。はじめにこの動画で一番言いたいことを伝えます。人の図面を見るな。もといきなり人の図面を見るな。ちょっとネットを調べると僕が考えた最強の図面とか序盤はこの製品を作れ、中盤はこの製品を作れとかめっちゃ出てくるんですけど、そういった答えを知ってその通りにやろうとした瞬間、それをなぞるだけの作業芸になっちゃいますが、この修正工業システムは試行錯誤の過程が一番面白いです。それだけ言うとそれってあなたの感想ですよねでしかないと思うんですけど、もう一個この主張を補強することを言いたくて、この修正工業システム意外と早くやることなくなります。後で改めてちゃんと説明するんですが、私の場合製品の効率的な生産ライン頑張って作ったのに数日経ったぐらいで、あれ製品使う先もうなくねってなっちゃいました。なのでこの修正工業システムが肌に合わないからここは何も考えずに行きたいっていう人だったり、もう自分の力で組み立てられるんだけど同じような感じになるだろうし考えるのめんどくさいから人の図面パクロって方なら他人の情報ガン見でいいと思うんですが、せっかくのおもちゃ自分の頭でもちょっと考えたい、でも自分が試行錯誤してる間に他人の図面見て効率的に進めてる人との差がつくのがちょっとなって考えてる人いらしたら大丈夫。皆さんが思ってるよりめっちゃ近い位置にゴールがあるので安心してご自身のペースでお楽しみください。それに色々と自分が分かってる状態で人の図面を見た方が、この辺の工夫すげえなとかこの部分の発想なかったわとか思えて絶対楽しいですしね。じゃあお前のこの動画もいらないなって思うかもですが、この動画は自分の力だけでやりたい人とここについては何も考えたくない人の間にいる、ちょっと頑張りたいんだけどなんかシステムがむずそうだなの人とか、システムは分かったんだけどまずどう考えていったらいいもんかの人向けに答えではなく答えを出すための考え方の一例をご紹介する動画です。動画の構成としては修正工業システムの概要について改めてご説明した後、何の製品を作るべきか、その製品をどう作るべきかではなく、何の製品を作るべきかをどう考えるべきか、製品の作り方をどう考えるべきかについてご紹介します。考え方に力点を置いた都合上だいぶ動画が長くなっちゃったんですけど、今後も末永く付き合っていくことになる修正工業システムを前向きに楽しむための助けになれば幸いです。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まずはそもそも修正工業システムって何のためにやるのってところから、ゲーム本編でもちゃんとチュートリアル整備されているので理解しながら進めた方なら大丈夫かと思いますが、ポンポン読み飛ばした人向けに改めてご紹介。修正工業システムとは一言で言うと全自動素材集め製品作りシステムです。メニューの工業計画から修正工業システムで使うマシンがカテゴリーごとに一覧化されているので、それを見るのが分かりやすいんですが、まず最高機を使って石とかの原料を取って、ベルトコンベアとかを使って原料を運び、各種加工するマシンを使って原料を加工して製品を作る。もちろんもろもろ動かすには電気が必要なので、必要に応じて電気を通したり発電量を増やすためのマシンを合わせて使う。こんな感じです。もちろん全自動素材集め製品作りシステムっていうのはちょっと乱暴な表現で、実際には製品を作るだけじゃなくて敵を撃退するためのマシンだったり探索を便利にするためのマシンっていうのもあったりするんですが、こいつらは独立してるのと、こっちはあんま考え方とかもクソもなくて書いてある用途通りに使うだけだよって感じなんで、そうでなくてもこの動画長いのもあって割愛します。原料を取って製品を作るっていうこの本丸部分に絞ってご紹介します。なおこの箱一つにつき1種類のマシンなのでパッと見多くて嫌になりそうなんですけれども、一つのカテゴリーの中のマシンはほとんど同じようなもんなんで見た目以上にシンプルです。例えば原料採掘のカテゴリーで言うと、まず電気使わないこいつは基本使わないし、残り2つについてはオレンジの鉱石取るんだったらこっちの最高機使うし、青い鉱石を取るんだったらこっちの最高機を使うという差でしかありません。素材加工カテゴリーなんてもっと単純で、9つのマシン全部 A を元に B を作るってやつで、インプットの A とアウトプットの B がマシンによって違うだけなので全然身構えなくても大丈夫です。ちなみに最初から全マシン開放されてないので、どのマシンから開放すればいいか迷うかもしれませんが、推奨って書いてあるやつに従って開放しとけば間違いないのでおとなしく従いましょう。続いてこれらを使った製品生産までの流れをご紹介する前に、そもそも何のために製品作るのか、この修正工業システム頑張るとどんな嬉しいことがあるのかってところが分かんないとモチベも上がりにくいと思うので、そっちを先にご紹介。何のためかっていうとマジで全てのためですが、それだと曖昧なんでもうちょいちゃんと紹介。ざっくり言うと自分で使うため、人に渡すため、この2つの用途があります。このうち人に渡すためってやつの方がシンプルで、詳しい話はスタートアップ動画でも触れるのでざっくりで済ませるんですが、メニューの地域建設拠点管理からいける取引画面にて現地の人たちが欲しがってる製品を渡すことで地域取引権を獲得できます。この
の地域取引券を使ってガチャチケットとか武器とか成長素材とかオペレーターへのプレゼント用アイテムとか手に入れたり工業用エリアを拡充したりする感じ。もう一個自分で使うための方ですが、例えばオペレーターが身につける用の装備作ったり、オペレーターが使う用の回復アイテム作ったり、マップ上にある岩を壊す用の爆弾作ったり、たくさんのマシンを一気に動かすための発電用バッテリーを作ったりって感じ。ここまで聞いていただけるとわかると思うんですが、用途がめちゃくちゃ多彩なんですよね。しかも例えば装備とかは基本的にこの修正工業システムを使わないと作れません。リアルマネーで解決することもできません。だから修正工業システムは全てのためにあるシステムで、このゲームにおける避けて通れない核のシステムであるということで、ここではもう一個強調したいことがあって、さっきの話と同じなんですが、用途が多彩とはいえどれもすぐ使い道なくなります。というのも、人に渡すにしても現地の人からかっぱらえる地域取引券には限度があって、時間経過で蓄積する地域取引券以上のスピードでこっちが製品作っても意味がありません。で、自分で使うにしても装備も回復アイテムも工業爆弾もその気になれば1時間に10個とか100個とか1000個とか作れちゃうんですけど、当たり前なんですけど、装備とか全部で十数個あれば十分なんで、そんな使いません。だから思ったよりめっちゃゴールが近い。だからそんな効率求めなくて大丈夫。安心して自分のペースで楽しんでねってことです。それでは何のために修正工業システムをやるのか、それをやるとどんな嬉しいことがあるのか、なぜそんな焦らんでもいいのかってことを共有した上で、具体的な生産までの流れについておさらいします。ゲーム内のメインクエ上でやった作業なり模擬空間上の話と被ってるので、そこは大丈夫っていう方は次のチャプターまでスキップしてください。大きくは素材を取る、製品を作るの2ステップに分かれているので順番にご紹介します。まず素材を取るって方。素材には大きく石と植物があります。植物の取り方は簡単で、最初はマップ上に転がってる植物を人力で取るだけです。わざわざ最初はって言ってるぐらいなんで、もう一個増やし方があるんですが、それは後ほど。一方で石の方はこれも人力で取ることはできるんですが、ほぼほぼそんなことはしなくて、基本は密集鉱物スポットに電動採鉱機を設置して自動で採掘します。電動採鉱機を動かすには電気が必要なので、強約コアからケーブルを伸ばして中継タワーという名の電柱を立てて、またそこからケーブルを伸ばして電柱立ててを繰り返して、密集鉱物スポットの近く、つまり終端になったら電柱ではなく送電スタンドというマシンの方を立てると、そのマシン周辺に無線で電気を送ってくれるので、晴れて電動採鉱機が動くっていう感じ。キーボードの場合の操作としては、タブキーで工業モードに切り替えた後、Z キーの設備一覧から中継タワーを下段のホットバーに登録し、ケーブルをビヨーンって伸ばしてから対応する数字キーを押して中継タワーを設置。こんな感じです。ちなみにマシンを撤去する側のチュートリがなかったような気がするんで補足すると、 X キーの収納モードを選んで撤去したいマシンに近づいて F キーを押すと撤去できます。一応の紹介でした。またメインクエ上はあんま言及がなかった細かいところを追加でご紹介。まず中継タワーと送電スタンドはどっちもボコスか立ててもデメリットありません。これ単独で電力を消費することもないし、このマシンを作るための必要なコストもゼロみたいなもんなんで、軽率にたくさん作って手持ちに上限1杯50個入れときましょう。マシンの作り方はおさらいになりますが、 Z キーの設備一覧からタブキーで設備製造に切り替えて製造できます。それと最初のうちは終端に使う送電スタンドからはケーブルが新たにつなげないんですけれども、電力輸送という資格を開放すると送電スタンドからもケーブルがつなげるようになります。どんな時に使うかっていうと、密集鉱物スポットで1個の送電スタンドじゃギリギリ届かねえって時に、送電スタンドから送電スタンドにつなぐと楽ちんです。それともう1個大事な使い方があって、高さ制限に引っかかって中継タワーが置けない時、送電スタンドの方が高さが低いので中継タワーよりもいろんなところに置けます。これを知らないと電気通せねえだろってエリアもあるので、この仕様は忘れずにいましょう。あと別の話ですが、密集鉱物スポットの中には一部障害物に阻まれて採鉱機を置けないところがあります。これは工業爆弾で破壊するとかじゃなくて、マップ見ればわかるんですけど、地域建設レベルが一定値以上ないと採掘できないスポットなので、おとなしく拠点管理やるとか他のところに採鉱機を置くとかで地域開発レベルを上げてから改めて採鉱機を設置しましょう。素材を取るって方はそれぐらいで、基本的に取り得なので、密集鉱物スポットを見たらウキウキで電気通して採鉱機を設置しちゃいましょう。続いて製品を作るって方の流れをご紹介。素材を取る方はマップ全域で行いましたが、製品作りは強約コアの周囲にある工業エリアでしか行えません。最初の地域である4号谷地の場合、工業エリアは最初は1つだけで、クエストの進行に伴いプラスで2つ開放されます。ただ最初の中枢エリアにある修正工業エリアが一番でかいので、ここが一番便利です。強約コアはカットシーンの演出的になんかぶっ刺さっているように見えるので盲点なんですが、ドラッグ&ドロップで強約コアの場所も自由に動かせます。強約コアには6つの搬出口と14個の搬入口が設けられていて、搬出口の方からベルトコンベヤを設置して加工用のマシンの入り口につなげた後、改めて
めて搬出口のとこから倉庫から何を出すかを指定することで、そのアイテムが無限に流れるようになります。で、逆にマシンの出口から強薬コアの搬入口にベルトコンベヤーをつなぐと、マシンで作ったアイテムが無限に倉庫に流し込まれるようになります。マシンを動かすにはさっきと同様、近くに送電スタンドを置く必要がありますが、さっきと違って送電スタンドと強薬コアをケーブルでつなぐとかは必要ありません。以上を踏まえてチュートリアルでやった通りなんですが、例えば原石鉱物という資源から結晶外核という製品を無限に作りたい場合は、強薬コアの搬出口と精錬炉をコンベヤでつなぎ、精錬炉から強薬コアの搬入口をつなぎ、近くに送電スタンドを置いて強薬コアの搬出口から原石鉱物を指定すれば、原石鉱物があるうちは無限に結晶外核が作られて無限に倉庫に送り込まれるようになるって感じです。搬出口の方は何のアイテムを出すかわざわざ指定する必要がありますが、精錬炉みたいなマシンの方は指定する必要がなくて、対応するレシピをちゃんと持っていれば、自分に流し込まれてきたアイテムをもとに、あ、俺これから結晶外核作れるわで精錬炉くんが判断して勝手に結晶外核作ってくれるので楽ちんです。ただ一方でレシピにない無関係なアイテムを流し込んじゃうと、何もせずにただただ自分の中にアイテムを貯め続けてしまいます。あと例えば2種類のアイテムを流し込む必要があるのに、1種類しか流し込んでない場合とかも、あ、足りんわって感じで何も反応せずにただただアイテムを貯め続けてしまいます。そのマシンの出口から何も出てこなければ、流し込むアイテムが間違っていたり足りてなかったりするので注意しましょう。もし間違ったアイテムを流し込んでしまった場合は、そのマシンを直接調べて間違ったアイテムを手持ちか倉庫のところにドラッグ&ドロップすれば OK です。ちなみに同じような操作はベルトコンベヤーを調べてもできるので、例えば強薬コアから出すアイテムの指定間違えて、あ、やべ、こっちじゃなかったって時に、マシンが流し込まれる前にベルトコンベヤーを調べて間違えて流しちゃったアイテムを回収なんてこともできるのでご参考まで。あとちょっと細かい話ですが、ベルトコンベヤー上に流れるアイテムは流れてるアイテムの間隔から流量が把握できて、例えば2つのアイテムをインプットにする時とかに、一方のアイテムだけコンベヤー上流れる間隔が広かった時に、あれ、こっちのアイテムもっとギチギチに流れるようにした方がよくねとか考えるきっかけにもなるのでご参考まで。それと最後にもう一つ、工業エリア内では見下ろし視点に変更することができますが、圧倒的にこっちのが便利なので、早いうちから見下ろし視点で操作しちゃいましょう。便利っぷりを体感してほしいので、さっきの結晶外核を作るやつを例に私の操作をご紹介すると、まずは精錬炉を置いてベルトコンベヤーでもろもろをつないで、送電スタンドを置いて搬出口から原石鉱物を指定して、これで OK。 でももう一ライン作るか。一括選択モードにしてコピペコピペ、これで OK。これ中枢エリアじゃなくて別のエリアに設置した方が良かったな。図面にしてコピペするか。コピーして、図面にして保存して、でこっちの方で図面呼び出して OK。こんな感じです。特に自分が移動しなくて済むのがめっちゃ便利ですね。ぜひ見下ろし視点の操作に慣れてみてください。製品を作る方でご紹介するルール的なところはそれぐらいです。ではここからが本題。何を作るかをどう考えるか、生産ラインをどう作るかをどう考えるかについて一緒に考えていきます。家なしララチャンネル。まずは何を作るかの考え方から大きく2つあります。1つは成功法で作るアイテムを定めてそれを作るっていう考え方。自分で使うにしても人に渡すにしても目標となる商品を決める感じですね。一番わかりやすいのが拠点管理で取引に応じてくれる商品を作るってやつ。強化カプセル1とか1個あたり10枚取引券くれるし、そもそも推奨マークついてるし、いかにもこれ作れってオーラ丸出しなので、じゃあこれ作るかっていう決め方。その製品の作り方を確認する方法ですが、取引に応じてくれる商品であれば該当する商品の虫眼鏡アイコンを選択してここをクリックすると流れが確認できます。1個あたり10枚くれるだけあってちょっと複雑そうですよね。一方で化粧外学の方はというと、1個あたり1枚しかくれない代わりに作り方はさっき言った通り原石鉱物、精錬炉、結晶外学以上ですから超絶簡単。簡単なやつはレートが悪いし、難しいやつはレートがいいってことで、この中のどれ作るかって話には立ち入らず、もう1個の作り方の考え方をご紹介。目標を定めてそれ作る以外にあんのかよって思うかもしれませんが、私はあると思っていて、それは作れそうなやつをとりあえず作るっていう考え方。てかなんなら最初のうちは肩肘張らずにこっちの考え方でもいいんじゃねえかって思うぐらい。今はそのアイテムをどう作るかって確認方法をご紹介しましたが、逆にそのアイテムから何が作れるかを確認することもできて、具体的にはメニューのウィキから該当のアイテムを選択することで確認できます。原石鉱物で見ると精錬炉を使って結晶外核が作れるほか、細粉機を使って原石粉末が
作れるようですね。じゃあ原石粉末が何に使うかよくわかんねえけど、でもゲーム内でこれが作れるっつってんのにこれをこの先使わないなんてことはないだろうし、原石鉱物なんてすぐ取れるし、電力も余ってるからなんかもったいねえし、だったらとりあえずマシン稼働させとくかっていう場当たり的な考え方、これ全然ありだと思います。もしかしたら実際やってみた結果、あれ原石粉末とりあえず作ったけど用途ってこれだけかよ、じゃあそんな作る必要なかったわとか、原石鉱物ってそのまま使うじゃん、じゃあ原石粉末作らなきゃよかったとか出てくるかもしれませんが、ちょっとネタバレしちゃうんですけど、普通に考えてわざわざ作れるのに作らない方が良かったって食いる機会の方が少ないので、安心して適当に作って遊んでみてください。ただ目標を定めて作る、あるもんから作れるもん作る、どっちを選ぶにしてもちょっと心配になることがあると思っていて、それはこの素材この目的に使っちゃっていいのかなという一抹の不安。例えば原石鉱物から結晶外核を作るぐらいなら原石鉱物は簡単に取れるので、原石鉱物ほんと使っちゃっていいのかなってあんま思わないかもしれませんが、例えばこういうやつ、小規模ヤッチバッテリーを作るには支承鉱物から支承繊維作って、そこから支承部品作って最終的にバッテリーを作るんだけど、じゃあ支承部品っていう中間素材ってそんな軽率に使っちゃっていいのかな、他に用途ないのかなってちょっとビビらないでしょうか。バッテリーが必要なんだったらあんま気にせず使っちゃっていいと思うんですが、確かに私もこれにビビった時があって、私はどうしたかというと、それぞれの資源から何が作れるんだろうっていうのを片っ端からレシピ見て把握して、片っ端から1枚の図にまとめていました。それやっとくと、例えばこの中間素材ってこれ以外にもこれを作るのに使うのか、でもそれって別にいらんな、じゃあいいか、やっぱバッテリー用に使っちゃおうみたいに、自分の中で不安感なくその中間素材を使うことができるようになります。それにいろんなものに使われていたら、その素材って大事なんだなって判断ができますし、あとはオレンジ色の鉱石を使う時の流れと青色の鉱石を使う時の流れってあんま変わんねえじゃんとか、大まかな重要度だったり類似性みたいなのも把握できるので、そういう意味でも有意義です。私の遊び方はちょっと好きな人の遊び方すぎると思うんで、各々のモチベーションに応じて目標を定めて作るなり、場当たり的に作るなり、好きに作ってみましょう。ネタバレしない程度に一つ助言すると、当たり前なこと言うなって感じなんですが、用途が多いやつを作る方が丸いってこと。さっきアイテムの用途は大まかに自分で使うと人に渡すの2種類があると言いましたが、両方に使えるアイテムであれば軽率に作りやすいですよね。でもっと言うと、自分で使うにしても今使うだけじゃなくて当面使うやろってやつの方がやっぱり軽率に作りやすいですよね。そこを念頭に置いて何を作るのか考えてみましょう。何を作るかの考え方のご紹介については以上です。続いてどう作るのかの考え方のご紹介。どう作るのかの考え方ってちょっと分かりにくいので、もうちょっとストレートに言うと、じゃあ取引してくれる小容量ヤチバッテリーを作ろうって思った時にどうやってマシン設置すんのって話ですね。バッテリーのレシピを覗いてみるとこんな感じ。どうやってマシンを設置するも何も、支承鉱物、支承繊維、支承部品作って、で一方で原石鉱物から原石粉末作って、それ組み合わせりゃいいんでしょ。じゃあその通り配置すりゃいいじゃん。はい、できました。なんか考えることあんのって思うかもしれません。投げかけといて恐縮なんですが、最初のうちは全然それで OK です。思うがままに好きに配置してみましょう。ただやってるとわかるんですけど、いやもしかしたら私だけかもしれないんですけど、本能に従っておきまくるとマシンが増えてきた時に結構ごちゃごちゃしてしまうもので、こちらの生産ラインをご覧ください。これは私が初見で実際に組んだやつの慣れの果てなんですけど、パッと見なんか終わってますよね。ベルトコンベヤーの流れが受け狙いみたいになってるし、なんか製品詰まってるし、何も考えずに設置すると割とこうなりがちです。ただ配置する言ったって意外と考える余地ってあって、例えば思いつくままにあげるんですけど、今からあげるやつ全部同じ小容量ヤチバッテリーの生産ラインなんですが、ベルトコンベヤーの長さこんな感じでギッチギチに詰めた方がいいのか、それともある程度余裕を持たせた方がいいのか、マシンの配置こんな感じで正方形になるようにした方がいいのか、コンベヤーがうねうねしないように縦長にした方がいいのか、強約貯蔵箱っていうマシンがあるけど、これ使った方がいいのか使わなくていいのか、インプットになるアイテムが1ラインずつしかないけど本当にこれで効率的にバッテリー作れんのか、あるいは今原料から中間素材作って、そこから最終製品であるバッテリーを作るまで1本のラインで作ってるけど、例えば中間素材まで別のラインで作って、中間素材から最終素材を作るところだけ別のラインで作るっていう考え方もあるよね。そっちじゃなくていいんだっけとか繰り返しなんですけど、できる限り攻略情報見ない方が絶対おもろいので、まずはそんなん気にせず思うがまま配置してもらえればと思うんですけれども、ある時なんかごちゃるな、なんでこんななっちゃうんだろうなって疑問に思った時に、私が今話したような論点を一つ一つ腑に落としていくと、
ともしかしたらごちゃらない生産ラインが作れるようになるかもしれないので、これからお話しするやつ今見ちゃってもいいし後で見てもらっても結構です。今見ちゃおうって人は今から1個ずつ考えていきましょう。細かい話ベースで数えると7つだか8つぐらいになっちゃうんですけれども、それらは大きく2つのテーマでくくれるので、そのくくりからご紹介します。1つは分かりやすいは正義、もう1つは目詰まりは悪とは限らないです。まずは分かりやすいは正義の方。例えば出回ってる図面の中には最小スペースでみっちみちに作り込んでる図面とかあったりするんですけど、あれは分かってる人がやるから許されるのであって、慣れないうちはスペースの効率性とか気にせず分かりやすく作りましょう。例えばマシンを正方形に近づくよう置くか、それとも極力まっすぐ置くかって話があると思います。図面化することを考えると正方形っぽく置いた方が取り回しが効きやすそうなんですけれども、慣れないうちはインプットからアウトプットの流れがパッと見で分かるようまっすぐ置くのをおすすめします。ベルトコンベヤの長さについても似た話で、基本的にはコンベヤ短くしてみっちみちにした方が工業エリア内に設置できるマシンが増えるので効率的じゃんって思うかもしれませんが、コンベヤが一定の長さあるとそこにアイテムが流れてるかどうか、流れてるにしてもどれだけの流速で流れてるかっていうのがパッと見でわかるようになります。それがわかると何が嬉しいのかっていうと、例えばこの小規模ヤチバッテリーを作るための生産ライン、バッテリー1個を作るには支障部品5個と原石粉末10個が必要で、それぞれ1ラインずつしか設けないと支障部品の方の消費が追いつかず、そっちのラインが詰まっちゃうんですけれども、コンベヤの長さを確保しておくとその詰まってる感が一目瞭然なんですが、みちみちにしておくと分かりにくいですよね。あとちょっと別の理由になっちゃうんですが、コンベヤの間隔を確保しといた方がその間に送電ケーブルを置くスペースも確保できます。みちみちにしちゃうと少し外れた位置に送電ケーブルを置く羽目になって、そいつが邪魔で今度その周りにまっすぐ生産ラインが敷けなくなるなんてことにもなるので、慣れないうちはある程度余裕を持ってコンベヤを設置しておきましょう。それとパッと見で分かりやすい話の延長線で強約貯蔵庫を使うべきかどうかっていうのも判断できます。強約貯蔵庫って何だったかっていうと、作った製品を強約コアの搬入口につなぐ代わりに強約貯蔵箱につなぐことでも倉庫に勝手に転送してくれるっていう便利物です。別に強約コアの搬入口使えばええやん、14箇所もあるんだしと思うかもしれませんが、作ったものをぐわーって上流に逆流させるよりも最下流に強約貯蔵箱を置いて転送させた方が見た目が分かりやすいですよね。っていうのともう一個便利なことがあって、図面を使う時こっちのが便利なんですよね。ぐわーって上流に逆流させるやつだと図面化して別のところにコピった時、だいたい欠けちゃうコンベヤを引き直す必要が出てくるんですけれども、強約貯蔵箱に突っ込むとこまで図面にしとけば倉庫に格納しきるところまでを図面化できます。電力消費量もたかが知れてるので積極的に使いましょう。ちなみにちょっと込み入った小ネタになるんですが、強約貯蔵箱についてもあんまり使い回さない方がいいって話をします。例えば異なる製品の生産ラインを3つ作ってる時に、1つの強約貯蔵箱に3つ口があるからといって1つの強約貯蔵箱に全部ぶち込んじゃう場合、通常時だったら全然これでも問題ないんですが、例えば3つの製品のうち1つでも倉庫保管容量がパンパンになると、その製品が強約貯蔵箱から倉庫に転送できなくなります。で倉庫に転送できないと強約貯蔵箱内にその製品が溜まっちゃいます。で強約貯蔵箱内にその製品が溜まっちゃうと他の2つの製品まで強約貯蔵箱に入らなくなります。で他の2つの製品が強約貯蔵箱に入らなくなるとその2つの製品の生産ラインまで止まっちゃいます。みたいな感じで何かとすぐ止まる上の東京ラインみたいな感じになっちゃいます。強約貯蔵箱の使い回しには注意しましょう。続いてはこの話、 A、B、C って作るときに A、B、C って通しで作っちゃった方がいいのか、それとも A、B と B、C を別々のラインで作った方がいいのかっていう話。いやいやそんなわざわざ分けんでしょ。分かりやすいは正義理論を持ち出すまでもなく A、B、C の方がいいに決まってるやんけって思うかもしれないんですけど、これ意外とおろそかにしがちで、例えば結晶外殻が取引に応じてくれるからっつってもともと原石鉱物から結晶外殻を作っていた時に新たに支障装備部品を作ろうと思い立った時、支障装備部品は結晶外殻と支障繊維から作るのか、本来であれば原石鉱物から結晶外殻作って支障鉱物から支障繊維作って、でそれらを組み合わせて支障装備部品を作ると、そういうラインを作んなきゃいけないな。いや待てよ、もう結晶外殻の方はこっちで量産体制作ってんだ。じゃあ強約コアの搬出口からダイレクトに結晶外殻を指定しちゃえば精錬炉1台置かなくて済むな。見た目もそっちの方がスッキリするし俺頭いい。これ実際に私がやったことなんですが、この後悪夢を見ることになります。どうなるかっていうと、例えばいろいろマシンを他にも設置した後にふとなんで俺結晶外殻なんてまだ作ってんだ、もうこんな雑魚アイテムなんていらねえしと思ってここを消しちゃうとこっちも止まるんですよね。結晶外殻の供給が途切れるので。しかも止まること
ことに気づきにくいのも厄介です。あともう一個あるあるなケースなのが、すでに結晶外核をある用途で使っている時にさらに別の製品のためにも結晶外核を使うことになった時、何も考えずに設置しちゃうと、あれなんか結晶外核が流し込まれるペース遅くねってなっちゃうんですけど、それはなぜかというと、結晶外核を作るラインは1個しかないのに結晶外核を使うラインは3個に増えちゃってるので、生産が追いつかなくなるということです。消費に対して生産が追いついてないってのはレポート画面を見れば一目瞭然なんですけど、じゃあ実際にどこで結晶外核を生産していてどこで結晶外核を消費しているのかっていうのがこんな感じで生産ラインと消費ラインが分離してるとマジでわけわかんなくなります。この画面上はまだ他の設備を設置してないのでまだわかりますけど、他のマシンを設置した後だともうしんどいっすね。それに対して多少冗長でも大元の原料から最終成果物まで投資で作るような生産ラインにしておくと、この結晶外核は支障装備部品を作るために作ってんだなってのが一目瞭然だし、結晶外核の生産量と消費量がずれることも基本的にはなくなるので管理がしやすくなります。もちろん特に序盤なんかはそんなスペース確保できんわって時もあるかもしれませんが、原則はこういう感じで生産ラインを作るってことを念頭に置くのをお勧めします。わかりやすいは正義理論で説明がつく設置のセオリーについては以上です。続いて話変わって、目詰まりは悪とは限らないの方。目詰まりっていうのはベルトコンベヤ上資源が詰まって動かなくなる状態のことを指して、私が勝手にそう呼んでますが、そんな悪に決まってんじゃねえかって思うかもしれないので、じゃあ一旦は目詰まりは悪とみなして目詰まりしちゃうケースとその対策を考えてみましょう。例えばさっきから出てきている小容量やちバッテリー。バッテリー1個作るのに支障部品5個と原石粉末10個が必要で、それぞれ1ラインずつしか設けないと支障部品の方の消費が追いつかず、そっちのラインが詰まっちゃう。じゃあどうすんのって話。まず考えられる選択肢が無視するっていう選択肢。別にいいじゃん、支障部品詰まるかもだけど原石粉末の生産ペースに合わせてゆっくり使ってくれればって感じ。別に全然これでも OK です。小容量やちバッテリーがそんなゴリゴリ欲しくなければ。ただバッテリーがたくさん欲しいのであれば、そういう目詰まり、いわゆるボトルネックは解消した方がいいので解消しにかかりましょう。解消するためのアプローチは2つあって、1つは足りてない方の流量を増やすこと。単純に原石粉末の生産ラインを2倍にして包装機に原石粉末を2倍流し込めば、支障部品と原石粉末が1対2の割合で必要なところ、常に1対2の割合で流し込まれ続けるので最大効率でバッテリーが作れるようになります。もう一つのアプローチは逆に支障部品を流す量を半分に減らすこと。強約コアの搬出口からいつもの半分のペースで流すみたいな設定はできないので、ベルトコンベヤの分流器を使って流量を調整します。二股にすれば流量は半減します。で分けた方は例えば強約貯蔵箱の方に突っ込み走行送りにする。こうすると何がいいって、目詰まりを起こしている状態を放置すると詰まってる間は支障部品の生産も止まってしまうんですけれども、分流器を使って流量を調整し目詰まりを起こさない状態にしておくと支障部品の生産も稼働し続けるので、倉庫に支障部品がどんどん溜まってくれます。バッテリーの生産スピードは変わんないんですけれども、支障部品が倉庫に溜まってくれる分こっちのがお得ってことですね。支障部品は現地民との取引にも使えますしね。もし支障部品なんかいらねえよってことであれば、例えばそっちの方にもう1セット小容量やちバッテリーを作る装置を設定しておけば、こういう編成でも支障部品と原石粉末が1対2の割合で流れ続けるので、やっぱり詰まらずマシンが稼働し続けてくれます。詰まってるところを見つけたら改善チャンスだったりするので考えてみましょう。今回は必要な資源の量が1対2なので比較的分かりやすかったんですが、訓練がてらもう1問。しばらく後に作れるようになる大容量やちバッテリーの目詰まりしない生産ラインを考えてみましょう。バッテリー1個作るのに鋼鉄部品10個、原石細粉15個必要なので2対3で流し込めるようにするのがベストです。考えるのがだるそうですね。まず繰り返すんですけれども、最大効率を求めなければ何も考えず鋼鉄部品1ラインボーン、原石細粉1ラインボーンでも OK ですが、もし最大効率を求めるならばアプローチは2つあって、1つは愚直に鋼鉄部品を2ライン、原石粉末を3ライン並べること。そうすれば常に流し込まれるのが2対3になるので最大効率になりますが、言うてここを2ラインここ3ライン並べられるのかって話。しかも今見せてるこの並びはさっき言った原材料から順番に作ろうって話を無視して中間生産物からスタートさせてるので、原材料から愚直にかつ2ライン &3 ライン並べ始めるととんでもないことになります。じゃあ使ってるスペースまで考えた時に果たしてこれが本当に最適解なのかっていう別の疑問が生じてきますよね。例えばそれはやめて目詰まりを止める別の手段を考えると、鋼鉄部品と原石細粉を2対3で流し込めばいいんだから、鋼鉄部品を流し込む量を3分の2に減らせば、ちょっと分かりにくいんですけど、これでも鋼鉄部品と原石細粉が常に2対3で流れるので目詰まりを起こさなくなります。具体的には鋼鉄部品を作
作った時にわざと出口を3つ設けて、3つのうち2つを次のマシンへ、残り1つを強薬貯蔵箱につなぐと、次のマシンに流れる鋼鉄部品の量が通常よりも3分の2になるのでつまらないし、3分の1の鋼鉄部品が倉庫にどんどん溜まるので、バッテリーの生産量は変わらんけど鋼鉄部品が倉庫にどんどん溜まる分こっちの方がお得っていう考え方もできます。なんだけどそもそも鋼鉄部品なんていう中間素材って倉庫に貯める必要あるんだっけ？別にいらなくね？じゃあ周りに回って結局多少の目詰まりは許容して、この鋼鉄部品1ラインボーン、原石細粉1ラインボーンでよくね？という考え方もできます。今ここでこれが正解というつもりはないんですけれども、言いたかったのは、目詰まりを解消する手段はいくつかあるし、あともっと言うとそもそも目詰まりは常に悪というわけではないということ。スペースの都合とか、あとそんな複雑にしてもわかんねえよっていう自分の脳のリソースみたいなところもあると思うんで、いい感じの塩梅を見つけましょう。で、目詰まり話についてはもう一個誰しもがぶち当たる話があるのでご紹介。今はバッテリーを作るところの目詰まり話でしたけれども、バッテリーについてはバッテリーを使うところにも同じ話がつきまといます。そもそも前提の話として、初期の発電量だとすぐ電力オーバーになるので、割と早い段階で発電機を設置してそこにバッテリーを流し込み発電量を増やす必要が出てきます。ただこの発電機ちんたらしていて40秒に1回しかバッテリーを消費してくれません。なので何も考えずに搬出口から発電機にバッテリーを流すと、搬出口からは2秒に1回バッテリーを流すのに、発電機は40秒に1回しかバッテリーを使わないので一瞬で詰まっちゃいます。別にいいじゃん、発電機くんの消費スピードに合わせればって思うかもしれませんが、やってればわかるんですけど、電力消費量はどんどん増えていくので発電機もどんどん並列に置く必要が出てきます。ただ同じようなノリで発電機をどんどん並列に置いちゃうと、それだけで搬出口をたくさん使ってしまい他の製品が作りにくくなってしまいます。じゃあどうすんのかって話、ちょっとこの後答えじみたところに触れちゃうので、自分でまずは考えてみたいっていう方は一時停止してお考えください。これもさっきと同じで40秒に1回しか使ってくれないなら流し込む量もめっちゃ減らせばいいじゃんという考え方。流し込む量を減らす時に使うのはさっきも出た通りベルトコンベヤーの分流器。例えばこんな感じで分流器で三つ股にしてそれぞれに発電機を設ければ、もともと2秒に1回発電機にバッテリーが流れ込むところ6秒に1回6秒に1回6秒に1回になるので、依然として発電機くんのバッテリー消費に間に合うバッテリー供給ができつつ、使う搬出口は1つのまま発電量は3倍になります。さらにこんな感じで三つ股の先それぞれをさらに三つ股にすれば、発電機にバッテリーを流す流量は18秒に1回になり、依然バッテリー消費に間に合う供給はできてます。で、搬出口は1つのまま消費量は9倍、こんな感じになります。いやいやそんな電力使わねえからっていう段階だとしても、発電機ごとにオンオフの切り替えができるので、とりあえずこれ設置するだけしちゃって1つだけ発電機稼働させといて、電力足りなくなりそうになったら追加で発電機をオンにするという使い方もできるのでご参考まで。長くなりましたが目詰まり話は以上で、まとめると素材の消費スピードに応じていっぱい使う方の流れを増やすか、逆にいっぱい使わない方の流れを減らすか、あるいはややこしいこと考えたくなければ放置、思うがままに調整してみましょう。おおむね話し切れましたが、最後にここまでの話で盛り込みきれなかった点の話を5つほど共有。1つ目は植物の生産についてややこしいところがあるのでそのご紹介。ちなみに中取りと同じ内容なんで、そっちを理解できてる人ならここは見なくて OK です。先にざっくり言うと、石は密集採掘スポットから無限に取れますが、植物はマップから手動で採取するしかないと思いきや、工業エリア内で無限増殖ができるっていう話。例えば植物の一つである強化の場合、強化を採取機に通すと強化の種が作れて、強化の種を栽培機に通すと強化が作れます。なので作った強化を強薬貯蔵箱に突っ込めば無限強化作りシステムの完成ではなく、これだと強化を一つ使って強化を一つ作ってるだけなので完全に無意味です。ただこれを工夫すると無限に増やすことができて、どう工夫するかっていうと、強化を一つ採取機に通すたびに強化の花は2つできます。正確な言い方をすると2秒に1回強化1つにつき種を2つ作れます。じゃあ後続の栽培機は2つの種をもとに強化を2つ作ってくれるんじゃないのと思うかもしれませんが、栽培機の方は2秒に1回種1つにつき強化1つ作る能力しか持たないので、2秒に2個種を作る採取機のペースに間に合っておらず、結局2秒に1個しか強化を作ってくれませんが、栽培機を2つ並べて採取機からそれぞれコンベヤでつなぐと、2秒に2個作った種がそれぞれの栽培機に分かれて流されるので、結局2秒に1個栽培機に種が流れるようになり、それぞれの栽培機が2秒に1個強化を作ってくれるようになります。こうすると全体で見ると、頭では2秒に1個強化を流してるのに、お尻では2秒に2個強化ができるので、これで晴れて無限強化作りシステムが完
完成します。で、面白いのがここからで、ここで強化をインプットにしてここで強化がアウトプットされてるんだったら、こことここ繋いじゃったら入り口がなくなるのに無限に強化が増えるんじゃねってことになり、実際そうやってみるとこれでも無限に強化が増えてしまいます。こうなってくると強薬コアの近くに置かなくても良くなるのですごい便利です。繰り返しですが、石は密集鉱物スポットで無限採取できるんですが、植物はこうしとけば工業エリア内で無限採取できるってことですね。一回図面にしてコピペした時は採取機のところに手動で強化を置けば、以降は勝手に無限強化作り装置が動いてくれるはずです。ベルトコンベヤーがあれば手動で資源を置く機会なんかねえじゃんって思ってたんですが、こういう時に手動で置く機会があることに勝手に私は美しさを感じています。で、それはともかくこんな感じで強薬コアの搬出口とつなぐ必要もなく、一連のマシン内で自己完結しちゃうんだったら、分かりやすさ重視で直線上に配置しなくてもコンベヤーをキュッて縮めちゃったり正方形に近い形にしちゃっても問題なさそうですよね。ぜひいい感じの配置を検討してみてください。ネットで転がってる図面もそういう感じになってるはずです。点の話1つ目は以上です。2つ目、倉庫搬出口について。こっちの動画でも触れちゃったのでここはストレートにネタバレするとやっててわかると思うんですが、強薬コアに資源を入れる搬入口の方は14個もあるのに資源を取り出す搬出口が6個しかないのが最初はネックになってくると思います。ただ修正アシスタントという任務を終えて倉庫連結ハブが使えるようになった暁には、工業エリアの外周にある倉庫連結ハブに接する形で倉庫搬出口を設置することでそこからも資源を取り出せるようになります。いかに同時にたくさん資源を取り出して加工しまくれるかが生産効率の肝になるので、倉庫連結ハブの開放についてはぜひ早めに取り掛かりましょう。ちなみに修正工業エリアの中でも一番でかい中枢エリアの修正工業エリアが最も倉庫連結ハブ増設によるコスパ良しなので、まずはそこから増設しましょう。細かい点3つ目、発電量の予期せぬ超過について。実際に私が食らった事故で深夜まで必死こいて生産ライン作って、完璧な生産ラインができたぜ、電力消費量上回るペースで発電もできてる、完璧だ、寝ようつって寝て朝起きたら電力オーバーで生産ラインが全停止していたことがありました。消費量上回るペースで発電できてたのになんで止まったのってところが分かりにくいと思うので、ここも理由をストレートに喋っちゃうと、バッテリーを作るための資源が枯渇して時間差で全停止しちゃう場合があります。どういうことかっていうと、例えば小規模ヤチバッテリーを作るためには元をたどると原石鉱物が必要になってきますけれども、例えばこの原石鉱物をバッテリー作る以外に他の用途にも使ってるとかで、生産量に対して消費量の方が多い状態だと当たり前ですがゆっくり在庫が減っていきます。この在庫が減ってるうちは問題なくバッテリーを生産してくれるんですが、在庫がなくなるとバッテリーが作れなくなり、バッテリーが作れなくなると発電機にバッテリーが流し込めなくなるので発電量が激減し、寝てた時は発電量の方が大きかったのにすやすや寝てる間、あるタイミングから発電量が激減して消費量の方が上回ってしまい、さらに強薬コアに蓄積されてる電気も全部使っちゃうと生産ラインが全停止するという大事故が発生します。なので今電力消費量よりも発電量が多いかだけではなく、バッテリーを作る元の資源もちゃんと全部消費量より生産量がイーブン以上になっているかってところまで確認して寝るようにしましょう。点の話3つ目は以上です。4つ目、レシピについて。基本的に製品を作るためのレシピはあんま意識しなくても勝手に揃ってるはずですが、唯一石じゃなくて植物から取る系のレシピは明示的に取りに行かないと漏らしがちで、具体的にはメニューの道具箱、道具製作手帳から採取物を一定量採取することでレシピがもらえます。もらうっていう操作をやらないともらえないので注意しましょう。4点目は以上です。最後はマジで点の話。ほとんど全てのマシンがパッと見で何に使うかわかるかと思いますが、私は1個だけ存在意義が最近までわからなかったマシンがあって、それが通過制御庫。これは何かというと、ベルトコンベヤ上に設置するもので、そこを通過する資源とその最大個数を設定できるというもの。例えば原石鉱物しか通しませんとか、原石鉱物50個しか通しませんとか、そういう設定ができます。ただそもそも搬出口の方で流す資源は設定するし、そこに加えてあえて通過制御庫を設けてそっちでも流す資源設定する意味がわからんのだがと思ったんですが、どっちかというとこれは図面化した時に存在感を発揮してくれるものです。例えば結晶外核を作る用の生産ラインを図面として保存した時に、この通過制御庫を設定せずに保存しちゃうと、ペーストした時にあれこれ何を流せばよかったんだっけってなりがち。ただ通過制御庫を設置して原石鉱物しか流しませんっていう設定をしとくと、図面をペーストした瞬間にめっちゃ分かりやすく原石鉱物のアイコンが出てくるので、迷いなく搬出口に原石鉱物を設定できますというメリットはあります。あとは搬出口に間違って違う資源設定しちゃった時に、通過制御庫を設けてないといらんもん流し込んじゃって想定外の加工しちゃったりするかもしれませんが、通過制御庫を設けてればその心配もない。
ぐらい。ぶっちゃけ私はそれでも通過制御庫を設けてないんですけど、なんか存在意義不明なものではないなと遅ればせながら最近気づいたので共有しました。以上です。最後にここまでの話を全部まとめると、修正工業システムで作るアイテムは大きくは人に渡すか自分で使うかの2種類がありますが、どちらにせよガチャ、金策、装備、発電全てに通じる核のシステムなので、どうせ長い付き合いになることだし、せっかくなので中身理解した上で取り組もう。何を作るか決めるためには目標を決めてそれを作るアプローチもあれば、できるものをとりあえず作るっていうアプローチもありますが、ぶっちゃけどっちでもよし。どう作るか決めるに際してもぶっちゃけ最初は気にせず思うがまま置けばよし。ただなんか綺麗にいかねえなってなったら、分かりやすいは正義、目詰まりは必ずしも悪とは限らない。このあたりを思い返してみましょう。いずれにせよ修正工業システム意外と早くゴールできちゃうので、効率化しなきゃ置いてかれそうっていう脅迫観念は捨てて、思うがまま試行錯誤してみよう。こんな感じになります。いかがでしたでしょうか。ここまでの話を聞いて、よーし早速手動かしてみようってワクワクできたり、あるいは人の図面をカンニングするにしてもその図面の設計意図まで味わえそうだなーって気持ちに今なってるのであればめっちゃ嬉しいです。今後も一緒に修正工業システム楽しみましょう。先輩管理人の方、訂正や補足等助言ありましたらコメントお願いします。今後も本作答えを探る楽しさを損なわないコンセプトで解説動画出していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。